はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はい、今日はですね、リクエストにお答えしていきたいと思います。今日はかなり難しい質問になりますので、皆さんも一緒にね、このことについて考えていきたいなと思います。はい。はるか先生、こんにちは。こんにちは。はい。私たちに面白いものについていつも教えてくれてありがとうございます。はるかのポッドキャストはすごく楽しくて分かりやすいので、私は見つけて嬉しいです。ありがとうございます。はい。ちょっと難しい質問かもしれませんが、日本では LGBTQ 権利がどうですか？LGBTQ の権利についてですね。はい。差別がありますか？私は X ジェンダーだし、少しの間日本に住みたいし、そう思ってきます。思っているということですね。まだ日本で同性愛者が結婚できませんと聞いたので、X ジェンダーの人かトランスジェンダーの人として私は日本人に優しく受け入れられますか？いつもありがとうございます。はい。これについてはね、日本だけではなくて世界中で今、まあ、話題になるお話ではあると思うんですけど、これはなんかちょっと2つの問題というか、2つの側面でお話しします。はい。法律の問題と国民の問題ですね。はい。まず法律の問題に関しては、受け入れは全然進んでないと思います。はい。その日本の同性愛者の結婚、同性婚っていうんですけど、同性婚は法律で禁止されています、今。はい。アジアではね、台湾がね、同性婚を、認めたって言って大きなニュースになりましたけど、日本はまだ認めてないのが事実ですね。はい。ただ、その、パートナーシップっていうのがありまして、パートナーシップっていうのは、その、法律では認めてないんだけど、その、東京の何々区、例えば渋谷区、世田谷区では OK です。とか、その、県で何々市では OK にしてますっていう、制度ですね。これはかなり多いです。多分100箇所ぐらいあるのかな。場所によってちょっとどこに引っ越すかによって調べていただきたいんですけど、はい。特に東京ではかなりこのパートナーシップを認めている自治体が増えています。はい。自治体っていうのはその市とか区とかそういうエリアの、組織ですね。はい。ただこの同性婚と、パートナーシップ制度何が違うかというと、できないことがいくつかあります。パートナーシップ制度では。例えば、子供を育てたいっていう時に親権がどっちかにしかいかないっていうことですね。はい。法律上夫婦ではないので子供を育てたい時に、親権、子供を育てる権利っていうのは一人の人にしかいかないんですよね。はい。法律上の夫婦だと二人とも親権を持つことができるけど、パートナーシップ制度は一人だけになってしまう。あとは、法律上家族と認められていないとなると、例えばどちらかが病気になった時とかに、その家族だけ会えますよ。今コロナだとね、特にね、家族の人だけ会うことができます、病院で。って時に、パートナーシップ制度だと認められてないので、会えないとか、そういう問題が出てきたりします。これが法律の問題です。で、なんで進んでないかというと、これは私の推測ですけど、その法律を変える政府の人たちっていうのはやっぱりかなり年が上なんですよね。やっぱり年の上の人たちってまだまだそういったその性的な問題に対してその偏見があったりする人が多いんですよね。だから、まだまだ進んでないっていうのが現状です。日本は遅れております、これに関してはね。ただこれがその法律の側面。もう一つは国民の中の側面っていうのは、
今その LGBTQ の人に対しての偏見差別はめっちゃ少なくなってると思います。本当にもう10年前5年前なんなら1年前と比べると全然違います。っていうのは、理由は SNS とか、YouTube とかでその LGBTQ の人たちがかなり発信をしてるんですよね。でその発信の内容がめっちゃ人気。本当に人気。本当に人気なの。うん。テレビでもよく見るしね。はい。その理由はやっぱりその、珍しいからっていうのが理由になってしまうと思うんですけど、それがきっかけになってその LGBTQ の人たちの、生活とか意見とかをどんどん発信してる人たちのチャンネルをみんなが見ることによって少しずつ認識がこう進んでて、このコロナになってみんな暇でしょね。で YouTube とか見てテレビとか見てる時にどんどんそういう人たちの発信を見て、特に若い人たちはね、はい、差別意識を持ってる人は減っていると思います。はい。私の知り合いでそういうふうに言う人は一人もいないですね。私の世代はね。でもやっぱ年が上になっていくとちょっとまた難しくなってくるかな。これは LGBTQ の問題だけではなく人種差別とか、いろいろね、学歴差別とか宗教差別とかもやっぱ年が上の人たちはちょっとねまだまだ難しい。なかなかこう意見を変えるのって難しいじゃない、年を重ねるとね。あと知らないっていう、知識がないっていう問題で差別をする人もいますよね。やっぱ無知は良くない。何も知らないっていうのは本当に良くないって思ってくるね。はいはい。ちょっと噛んじゃったね。で、なので引っ越してきても私はそう差別されたりすることはそんなないと思いますけどね。ただ私はこれは東京しか知らないので、その地方とかはまた違うかもしれない。はい。結構ね、その自分のその性的な問題に対してカミングアウトする人もすごく増えてるし、会社で例えばカミングアウトしてその差別されるっていうのはどうなんだろうね。場所による、正直本当場所によるし人によるっていうのはちょっと正直な意見かな。はい。そんな感じです。皆さんの国ではどうでしょうか。はい。こちらの問題はね、その宗教によってとかで全然違うので、はい。かなりセンシティブな問題なんですけれども、日本ではこういう状況です。まだまだ日本では受け入れとか認識は進んでいない、その法律上ね進んでいないんですけど、でも確実にねその5年前とか10年前よりは全然環境が変わってるので、もう少し時間が必要なのかなと正直思います。はい。そんな感じで今日はねちょっと難しいトピックでしたけれども、はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりにしなあ、噛んじゃった終わりにします。はい、今日話した話、トランスクリプトを作りますので私のウェブサイトをチェックしてみてください。Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。はい。あとなんだろうね。Patreon こちらのメンバーも募集しております。Patreon ではねコミュニティメンバーに入れたりレッスンを、私との会話レッスンを受けることができたりしますので、興味ある方はぜひ、よろしくお願いします。はい、あとクエスチョンボックスから質問も受け付けております。今日質問ねありがとうございました。はい。日本に来てね楽しい生活を送れるように私は願っております。はい。じゃあこんな感じでまた次回さようなら。